さあ皆さん、今回もやってきましたお菓子作り変態さん向けの動画になっております。前回究極のシフォンケーキ完全解説動画、皆さん見ていただきましたでしょうか。ずっと私が喋り続けるあの動画かなり好評だったので、第2弾紅茶バージョンを今回はお届けしたいと思います。シフォンケーキ、究極のシフォンケーキがベースになっていますが、今回は紅茶を入れていきます。紅茶の茶葉が大きい場合はこのようにすり鉢を使ってスリスリと細かくしていきましょう。ミルサーなどを持っている方はミルサーで細かくしていただいても構いません。すり鉢でするとですね、少し大きなものが残ってしまうんですね。それをそのままケーキに入れてしまうとちょっとね、食感が悪いので、このようにふるって別々に取っておきましょう。この大きなものは今から牛乳を沸騰させて、その牛乳の中に入れて香りを取り出す。こちらですね。これは香り用に使っていきたいと思います。それでは牛乳を温めていきましょう。紅茶の茶葉というのは沸騰したところに入れるのが一番いいです。一番香りが出るんですね。なので必ず牛乳がこのようにブクブクっと沸騰したら入れるようにしましょう。そしたら火を止めて、2、3分程度ですね、少し時間を置いて香りをゆっくり取り出していきます。はい、そしたらですね、こちら裏ごしをしておきましょう。あんまり長く漬け込みすぎてしまうと茶葉が牛乳をたくさん吸ってしまって牛乳の量が減ってしまうので、だいたい3分ぐらいで大丈夫です。そしてですね、今回こちら太白ごま油も温めておきます。牛乳も温かく、太白ごま油も温かくするというのがポイントですね。これはですね、前回の究極のシフォンケーキの完全バージョンでもお届けしたと思うんですけども、成功率を上げるために水分を温めておくというのが大きくね、成功するポイントになりますので、皆さんしっかり牛乳と油分、水分と油分温めておきましょう。そしたらですね、続いて卵黄とグラニュー糖をしっかりと泡立てていきます。はい、それでは今からノーカットでお届けしたいと思います。必ずこの卵黄とグラニュー糖を泡立てる前にオーブンの予熱をしておきましょう。シフォンケーキ、オーブンの予熱すごく大事です。オーブンの予熱はですね、だいたい私は30分ぐらい温めていますね。しっかり温めてあげないと、やはりね、私のこのシフォンケーキ、油分水分多いので底上げしやすいんですよ。なのでオーブンの予熱がピピーとなってで、それからね、すぐ入れる時と、しっかりオーブンを2、30分予熱して、それから焼く時、全然ね、焼き上がりが変わってくるので、皆さんもできるだけオーブンの予熱は20分、30分、ちょっとね、普段より長めに取るようにしてください。しっかりとカンカンに熱いオーブンを用意しましょう。はい。そして続きですね。この卵黄とグラニュー糖を泡立てる作業ですが、だいたい3分から5分ぐらい泡立てていきます。真っ白になるまで泡立てていきましょう。真っ白になるまで泡立ててくださいというとですね、多くの方がですね、先生みたいに白くならないですっていう方がいらっしゃるんですけど、それはですね、実は卵の種類だったりするんですね。卵の種類でも皆さんよく見ませんか？こう卵かけご飯にするときにすごく黄色というかオレンジに近い卵黄、美味しそうだなとかよく見たりすると思うんですけど、そういう黄身の部分、卵黄の部分が黄色じゃなくってどちらかというとオレンジに寄っている色の卵を使っていると、今私がやっている作業白っぽくならないんですよ。そもそも卵黄の色が濃い色を使っていると白っぽくならないので、皆さんがお使いの卵の種類によってはですね、白っぽくなりにくいというのは覚えておいてください。ちなみにですけど、その卵黄が濃い方がね、なんか美味しそうみたいに思うんですけど、あれはですね、実は餌が違うっていうだけで、鶏さんが食べてる餌にですね、例えば色が濃くなりやすい人参だったりとか、そういうね、ちょっとオレンジがかった、穀物とかを食べていると卵黄がオレンジっぽくなります。で、お米とか食べている鶏さんはちょっと白っぽくなります。この卵の種類でもですね、黄身の部分、卵黄の部分が真っ白な卵黄っていうのもあるんですね。それは完全に確かお米を食べている、お米ばっかり食べているね、鶏さんの卵だったりするんですけども、そういう卵でケーキとか作るとですね、ロールケーキでも卵黄を使っても真っ白に焼けるということがあります。だいたい米粉とか使うロールケーキでよく使いますね。ちょっとお米の
なんて言うんでしょうね、らしさを出すために卵もなるべく黄色じゃなくて白い方を選ぶみたいなことで、そういう黄身の部分、卵黄の部分が白っぽい卵黄を使うということもあります。私が使っているのはもう普通の卵なんですけども、基本的にはもう普通に業務用スーパーで買ってるようなものになります。特に今はあんまりこだわってないんですけどもね、もし皆さん美味しい卵があればコメント欄に教えていただけると助かります。はい、こんなに喋ってるのにまだ泡立っていませんね。しっかりと泡立てていきましょう。今回も使っているハンドミキサーはテスコムのハンドミキサーになります。速度は5段階で5番です。一番最速で泡立てていきましょう。よくね、お菓子作りを始めたばっかりの方はですね、ハンドミキサーだけね、動かしている方多いんですよ。右手だけが動くというパターンですね。しかしですね、しっかりよく見てください。私の左手動いていますよね。ハンドミキサーも動かしながらボールも回していきましょう。ハンドミキサーだけ動かしているとどうしてもこの自分の手前の部分が四角になってるんですけど、そこの部分ってね、なかなか綺麗に泡立てられないんですよ。なのでその綺麗に泡立たないところを左手でボールでぐるぐるっと回すことによって全体的に綺麗に泡立てることができます。これ結構皆さん陥りがちなんで、ハンドミキサーを回すだけじゃなくてボールも回してください。全部を綺麗に均一に泡立てるというのが大事なポイントになります。この卵黄とグラニュー糖をふんわりと泡立てることによってたくさん空気が含まれるんですね。空気が含まれているとふわふわになっている状態、このね軽い状態に油を入れていくんですけど、この後しっかり混ざるんですよ。でも空気が入っていない状態、ふわふわっとなってないところに無理やり油入れても混ざらないんですね。で混ざらないとどうなるかっていうと、油が沈殿するんですよ。で沈殿してそれが底上げになるんですね。皆さん底上げって下の部分にちょっと空洞できるでしょ。あれね、油とか水分とかが沈殿したっていう証拠なんですけど、それはこの今やっている作業の泡立て不足っていうことが非常に多いです。ハンドミキサーの最速でだいたい3分から5分は泡立てるようにしましょう。そしたら続きですね。はい、今早速入れてるんですけど、油を少しずつ入れていきます。油を入れるのは少しずつ入れましょう。必ずね5回ぐらいに分けてもらったらいいかなと思います。5回から10回ぐらいに分ける、もしくは少しずつ垂らしながら入れるというのをやってください。あんまりねここでねビビってしまってねちょろちょろちょろっと入れたりとかね20回も30回も分けて入れてると逆に時間かかりすぎて分離するので、私と速度合わせて速度一緒でねやってください。結構先生スピード速いなと思うので、この油入れるタイミングめちゃくちゃ大事です。あと大事なのが、皆さんメモしてください。油の温度は温度計で測ってください。指で測ってもいいんですけど、指にねこうね測るとね結構誤差出るんですよ。特に牛乳とかだったら人肌分かりやすいんですよね。この紅茶の温度は測りやすいんですけど、油の温度ってね結構ね指入れてぬるいかなと思ってもね10度ぐらいね誤差普通に出るんで、やっぱ温度計で測った方がいいです。温度計で油の温度を測る、書いとってください。はい、じゃあいい感じに混ざりましたね。この中にじゃあ温めたさっきのミルクティー入れていきましょう。そしてふるっておいた方のミルクティーの茶葉、はい、こちらね。はい、入れていきます。今回アールグレイ使ってます。ロックキッチンのショップでも、発売になりましたレモンアールグレイというものですね。アールグレイは本当に香りいいですよね。今まではロックキッチンブレンドっていうね、茶葉使ってたんですけど、それね、ブラックティーってやつなんですよ。で、ブラックティーっていうのはフレーバーはついてないやつですね。で、アールグレイっていうのはフレーバーついてるんですよ。結構知らない方多いんですけどね、アールグレイってブラックティーじゃないのみたいに思ってる方多いんですけど、アールグレイはフレーバーティーの一種です。はい、ベルガモットっていうフレーバーがついてます。柑橘のフレーバーです。で、そのアールグレイね、やっぱり香りがいいので、紅茶のシフォンケーキの上級者にはブラックティー、もう普段から紅茶飲み慣れててフレーバーなんかより私はブラックが好きだわみたいな方はロックキッチンブレンドでいいと思うんですけど、もうねザ紅茶のシフォンですみたいな分かりやすい紅茶シフォンを作りたい方はねアールグレイおすすめです。香りがねやはりいいですしね、日本人アールグレイ大好きなんでぜひアールグレイ使ってみてください。ではこの中に強力薄力ベーキング加えていきましょう。
今更ですが、やはり質問絶対来ると思うので先に答えておきます。なぜシフォンケーキに強力粉を入れるのですかという質問ですね。強力粉というのはグルテンが一番多いので、強力粉を入れるとね、もっちりしてしまうんじゃないか、硬くなるんじゃないかと思う方多いと思うんですけども、私のシフォンケーキはですね、水分油分がめちゃくちゃ多いです。なので普通にね、薄力粉だけで焼いてしまうと潰れてしまうんですね。それをね、支えることができないので、グルテンの力が多い強力粉に助けてもらってます。で、グルテンの多いね、強力粉の力を引き出すために、練るという作業が大事です。これね、結構練る作業大変ですよ。同時進行でされている方、ちょっと腕が疲れると思うんですが、私と同じ速度でやってください。ぐるぐるとね、しっかりと練っていきましょう。これぐらいね、しっかりと硬さが出るまで練ってもらわないと腰折れしてしまうことがありますので、しっかり練ってください。さあ、続いてはメレンゲを作っていきましょう。メレンゲを作るときは必ずね、卵白冷たい状態にしておいてください。今は撮影している冬場なので普通に冷蔵庫には入れてないんですけど、もしこのケーキを夏場に作るだったりとか、部屋の温度がちょっと暑いなと思うんであれば、使う直前まで冷蔵庫で冷やしておいてから使うようにしてください。さあ、卵白を泡立てていきましょう。卵白を泡立てるときは必ずハンドミキサーの羽を洗うか、もしくは別のハンドミキサーの羽に付け替えてから泡立てるようにしてください。ハンドミキサーの羽だけを売ってくれたらいいのになーってすごい私思ってるんですけど、皆さんも思いませんか？テスコムさんね、羽だけ売ってくれたらね、ロコキッチンの視聴者さんがなんかこぞって買いそうなんですけどね、羽だけどうにか売ってほしいなとは思っている最中でございます。この中にですね、じゃあグラニュー糖を入れていきましょう。3回に分けて加えていきます。1回目のタイミング大事ですよ。皆さん分かりましたか？ちょっと白っぽくなってふわっと立体的になりましたね。1回目を加えてさらに泡立てていきます。速度はですね、今3番ですね。3番です。ハンドミキサーの5番ってね、結構泡立ちすぎるんですよ。メレンゲ立てるときは5番は使わないですね。だいたい5番使うときは、ハンドミキサーで使うときはそうですね、ジェノワーズとか全卵を一生懸命湯煎立てで泡立てる時とか、先ほどの卵黄とグラニュー糖を白っぽく泡立てる時とか、結構力任せでやっても大丈夫みたいな時は5番でやっても大丈夫です。さて、2回目のグラニュー糖も先ほど入りましたね。さらに泡立てていって、このように立体的になってきたら、最後3回目のグラニュー糖を加えていきましょう。そしてね、今から立てるんですけど、あんまり立てすぎは良くないです。どうしてかっていうと、シフォンケーキがね、なんかね、キノコみたいになるんですよ。ふわっと膨らみすぎて、なんて言うんでしょうね。本当にマッシュルームみたいな形になるんですよね。あれね、良くないんですよ。マッシュルームに焼ける時ってだいたい腰折れするんで、しっかりだいたい肩よりちょっと出るかなぐらいの高さにするのがいいんですけど、膨らみすぎるっていうのはね、パンの過発酵と一緒で中がちょっとスカスカってなってね、腰折れしてしまうので、メレンゲは立てすぎ注意です。そして立て方が少し変わったの皆さん分かりますか？ぐるぐるね、空気を含ませるような立て方をしてたのが、今ちょっと整えるような立て方になりましたね。ハンドミキサーの速度は変わらず3番です。ちょっとお砂糖を入れて表面にツヤが出たっていうサインが出てきたら、このような立て方に変えてみてください。ガシガシ混ぜながらガシガシ泡立てるっていうのは、たくさん空気を含むんですけども、大きな気泡が多いんですね。その大きな気泡ってシャボン玉と同じで、小さいシャボン玉って消えにくいでしょ。でもね、大きなシャボン玉はね、消えやすいんですよ。つまりは潰れやすい、腰折れしやすいってなるので、小さな泡を作りながら、さらに細かくね、動かしながら泡立てていくという作業をやっております。ハンドミキサーの使い方って本当にね、難しいんですよ。特にメレンゲって超難しくて、ある程度泡立ってきたら必ず今のようにゆっくり立てるっていうのをやってみてください。ではチェックしていきます。チェックするときはぐるぐるっと混ぜて、真ん中をゆっくり持ち上げてください。角が立って軽くお辞儀したら OK です。そしたらハンドミキサーを3番から1番、最速じゃなくって最低速ですね。一番遅い速度にして、決めを整えていきましょう。ゆっくり下げて、ゆっくり持ち上げる。その時ボールもゆっくり回していきます。このボールを回す時もガシガシ回さないようにしてくださいね。決めを整えていきます。
さらに大事なポイントはハンドミキサーを必ず直角に持つということですね。少しでも斜めになっていると空気がねブワッと入ってしまうんですね。空気が入らないようにまっすぐ持ってください。まっすぐ直角に上げて直角に下げるというのがすごく大事になります。ちょっと斜めにするとふわっと空気が入ってしまってキメが整わなくなるので、必ずまっすぐね持つようにしてください。こちらでメレンゲ完成です。いい感じですね。それでは卵黄の生地に合わせていきましょう。卵黄の生地に合わせるときはですね、泡立て器で混ぜていきます。仕上げはゴムベラなんですけど、最初は泡立て器がいいです。結構硬いんですよね、これ。強力粉が入ってるので。で、この硬い生地に合わせていきますので、メレンゲは3回に分けて加えていきます。さあ、もう終盤ですよ。皆さん疲れてないですか？大丈夫ですか？では泡立て器で混ぜていきましょう。1回目ちょっと硬いので、しっかり手をグーにして泡立て器を握って混ぜてください。ほぐすような混ぜ方でいいです。ちょっとね、本当に硬いんですよ。なのでぐるぐるっとね、最後混ぜてしまってもいいです。2回目3回目は混ぜやすくなると思います。混ざりきる一歩手前で次のメレンゲを加えていきましょう。このように混ぜたらね、すっと消えるメレンゲというのが理想ですね。スーッとこうね、水のように消えるというんじゃなくって、優しくこう卵黄の生地と混ざって消えるというのがいいですね。メレンゲを泡立てすぎていると、もしね、ないとは思うんですけど、カチカチに立てすぎてしまったとかになるとですね、この混ぜ方してもね、メレンゲがね、ダマになってね、消えないんですよ。たまに見たことないですか？ケーキ屋さんはないと思うんですけど、なんかこうカフェとかのなんかパスタとかメニューでね、お昼ランチで頼んだ時にデザートつけますかとか言ってつけた時のガトーショコラの断面にメレンゲの塊みたいな、皆さん経験あると思うんですけど、あれはメレンゲ立てすぎですね。こうやって混ぜる時に残っちゃったっていうことは立てすぎになりますのでね、メレンゲの立て方気をつけてください。さあ、混ざりましたね。最後は仕上げにゴムベラでしっかり底の部分、混ざっていない部分をチェックしながら混ぜてください。底の部分がしっかり混ざっていればこちらで完成です。生地の硬さちょっと見てみましょうか。これ長そうかなと思ったんですけどね。そうそう、チェックしないとと思って皆さんに見せます。こんな感じです。スーッとね、垂らして、これね、ちょっとボールを揺すってみてください。揺すっても形が残るぐらいですね。これぐらいの硬さになればベストです。では、型に流し入れていきましょう。このね、型の話よく聞かれるんですけど、私が今使ってるのはね、真島屋菓子道具店さんのスタイリッシュシフォン型21センチというのを使っています。スタイリッシュシフォン型っていうね、ちょっと普通のシフォン型よりちょっと、なんて言うんでしょうね、こう、まっすぐなっているシフォン型があるんですよ。これね、蓋付きで売ってて、蓋付きのシフォンケーキっていうね、売りでやってたんですけど、私はちょっと蓋付きで上手に焼けなかったので、蓋なしで焼いております。で、このスタイリッシュシフォン型持ってる方結構いらっしゃって、このね、シフォン型で、ロック先生の焼けますか？使えますか？って聞かれるんですけど、むしろ私これ使ってるので同じです。型同じなんで、皆さん安心して使ってください。アルミの型だったらね、全然構いませんので、私はこれ21センチです。で、これよりちっちゃいのが確か17かな ?17 とか18なんですけど、1センチぐらいの誤差ってあんまり関係ないので大丈夫です。で、アメリカとかに行くと、21より大きい24センチが、メジャーでね、よく使われる分なんですけど、その場合はまた計算し直して作ってみてください。じゃあ竹串ぐるぐるして焼きに行きましょう。急げ急げ。さあ、焼きますよ。オーブンはですね、先ほども言いました30分ぐらいね、カンカンに予熱しておいたものです。オーブンの天板は入れずに、このように網の上で焼きます。そうすることでね、底上げしにくくなりますので、170度予熱をね、しっかりしておいたオーブンでおよそ45分焼いてください。では出していきましょう。45分経ったシフォンケーキがこちらです。いい感じですね。だいたいいいシフォンケーキというのは、この高さがこの真ん中の筒の部分と同じぐらいですね。そしてマッシュルームみたいにキノコ型になっていないのがいいシフォンケーキです。逆さにして冷ましておきましょう。逆さにするときはですね、こんな感じで瓶の上に刺しておくのが一番安定すると思います。コップの上とかだったらね、転んでしまうことがありますので、瓶にね、刺して逆さにしておきましょう。
そしてしっかりと熱が取れたら外していきます。今回も手外しで外していきます。まずは側面の部分ですね。側面の部分をぐるっと一周、そして真ん中の部分も押していきましょう。さあ、こちらをですね、逆さにひっくり返して回しながら外していきます。この側面の部分が綺麗に取れたら、最後は真ん中のこの残った部分を外していくんですけども、こちらはですね、なるべくカードで外すことがいいと思います。究極のシフォンケーキは油分、水分ともに多いので、手外しで外すとですね、ちょっとね、指の当たりが強いと、それでね、ちょっと形が変形してしまったりね、綺麗に取れるはずが取れなかったってことがあるので、このようにね、カードを使って外していきましょう。この隙間にカードをぐっと埋めていくようなイメージですね。一周したら、最後はこの真ん中の部分がちょっとくっついてるので、真ん中の部分を外して、こちらで完成です。ちょっとカードで外す時にですね、ちょっと削りすぎてしまったんで、真ん中がね、少しだけ穴が開いたように見えるんですけども、まあこれぐらいだったらいいかな。99点、ちょっと外す時にミスってしまいましたが、こちらでいいかなと思ったので、はい、これをね、カットしていきたいと思います。断面気になりますよね。はい、紅茶のシフォンケーキね、しっかりすり鉢でスリスリしているのでね、いい感じなんですよ。はい、こちらです。ね、もうなんかこう、しっかり紅茶の色になっていますよね。こう、つぶつぶがあるのかなと思ったら、しっかり紅茶色に仕上がっていました。普通のブラックティーとかだったら、香りが出るまでにね、3日ぐらいかかるんですけど、アールグレイって本当に香りがしっかり出やすいので、焼いた当日からしっかり紅茶の香りが出ていました。なので、まあ3日ぐらい経った方がね、もっと香りが出ると思うんですけど、焼きたてでも美味しく食べれると思いますよ。はい、カットしても崩れていませんね。いい感じです。はい、こちらで紅茶のシフォンケーキ完成です。皆さん、長らくお付き合いいただきましてありがとうございました。これでね、ようやくシフォンケーキ完成しましたので、お家で作るときは今、見てもらった内容をしっかり復習してノートにまとめて、そして頭でしっかり覚えて、同時進行で一緒に作ってみてください。最後にですね、おまけで私の失敗作を皆さんにお見せしてお別れしたいと思います。シフォンケーキを作る時に油とこの牛乳の温度をね、測らずに作ってしまったら底上げしたんですね。その底上げの映像を見てお別れしたいと思います。はい、こちらが失敗作です。油の温度、ミルクティーの温度、しっかり測らないとこんな感じで底上げしてしまいますのでね、こちらの2つはボツになりました。皆さんも失敗しないようにしっかり復習して作ってみてください。今回の動画が面白かった、ためになったという方はぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。コメントもお待ちしております。それではまた別の動画でお会いしましょう。